は安倍晋三の改元の集いをされまして、私も安倍晋三藩と衆議院当選同期でありまして、感無量でございます。衆議院の慣例は同期の者は君付けでおるということで、私は安倍晋三君と親しみを込めて呼ばせていただきます。昨年の7月8日の安倍晋三君の遭難の方に接して、私は死ぬなと心の中で念じました。しかし、その夕方、県立医大からの死亡確認の報道を見て、不思議なことに長州の井上馨が言ったことを思い出しました。伊藤博文は天保12年生まれ、安倍晋三は昭和29年生まれ、110歳の違いで同じ時に銃弾で死んでおります。68歳。その時にハルピンで伊藤博文が銃弾で倒れた時に、井上馨はあいつは維新の志士のように死んだ、伊藤が死んだことを悲しむのではなくて、自分がおいさらばえるまで生きるだろう、俺も志士のように死んだかったと言って泣いたのである。そのことがよみがえってまいりました。誠に安倍晋三は維新の志士のように死んだ。それ以降、評論家は安倍晋三君の評価功績を称えるのでありますが、そのどれも真実の安倍晋三君の功績を指摘したものはない。したがってこれから私は彼の真実の功績を申し上げます。東日本大震災の時の福島第一原発の爆発でメルトダウンが止まらなかった時に、本当は日本が崩壊の危機に瀕しておったんです。日本は3つの日本に分断される。北の人が住める日本と、東京を含む中部の人が住めない日本と、それから西の人が住める日本の分断。この時に何を決断したのか。官能とか決断したんではないんです。陸上自衛隊統合幕僚長日箱義文が、私の知っておる奈良市の第一ヘリコプター団の金丸明彦に明日負けって言ったんです。原子炉の上から水をまけって言ったんです。誰も灼熱の原子炉に水を落とせばどうなるかわからん。知っておるのは火山爆発の8割は気化爆発だということであります。私が今ここに持っているこの液体が一瞬にして気化するときに、この山を吹っ飛ぶほどの爆発が起こる。これは火山爆発である。あの原子炉の上にこの爆発が起こるかもしれないというときに、海上航空自衛隊は完全として翌日巻きました。これを見ていた救援隊と称する中国人の将官が金丸に言ったんです。日本は戦前戦後何にも変わってないな。簡単に命を懸けてくるな。もし日本に対して我々が核弾頭ミサイルの標準を当てて発射準備をすれば、日本人は確実に飛行機に爆弾を満載して核ミサイルに突っ込んでくるだろうな。金丸からこのことを聞きました。どの報道もない。まさにそれをやったんです。まさにそれをやった。アメリカではオバマがその状況を見てまして、カンアウトに電話して、見たぞ、すごいなと言った。そして世界の日本の株価がその時下げ止まったんです。日本は大丈夫だと、あの映像を見て確信したわけであります。安倍晋三君の最大の功績は何か。もし中国が、ロシアが、北朝鮮が、核弾頭ミサイルの照準を日本の東京に当てて発射準備をすれば、確実に自衛隊は爆弾を積んで突っ込んでいく。このことを可能にしたのが安倍晋三君の最大の功績であったと申しております。
このことを誰も指摘しておりません。それは簡単なことなんです。我が国の日本国憲法と題する文書は何と言っているか。日本は陸海空軍を保持しない。国の公選権はこれを認めないと書いておる。国の公選権はこれを認めないと書いておる。陸海空軍はないと書いておる。安倍晋三君の最大の功績は、日本国憲法と題する文書は日本の憲法である無効であると世界に発信したことです。本人が自覚しているかどうか、自覚しておると思う。死んだから聞くことができないけど、これが最大の功績である。私はその目撃者である。何を目撃したのか。平成24年の12月の衆議院総理選挙において、彼は日本を取り戻す戦後体制からの脱却というスローガンを掲げて勝利して政権に復帰を果たした。その政権に復帰した翌年の4月28日、憲政記念館で主権回復を祝う会を天皇皇后両陛下のご臨席を仰いで開催した。その時の彼の挨拶は半分泣いておった。戦争に負けて昭和天皇が負けた国民を叱咤激励するために何という漁政を呼ばれたのか。降り積もるみゆきに耐えて色変えぬ松蔵大式人もかくわれ。降り積もるみゆきに耐えて色変えぬ松蔵大式人もかくわれ。これを2回天皇の漁政を朗唱するときに彼は思いが詰まっておえつした。これほどの思いを込めた主権回復を祝う会である。内閣は天皇皇后陛下の皇后の前で主権回復を祝った。これは皆さん何を意味しているか。日本国憲法と題する文書を日本の憲法として公布し施行したときに日本には主権がなかったということを天下に明らかにしたんです。ここから何が生まれたか。日本国憲法は無効である。日本を取り戻すということは何だ。これは主権がないときに奪われたものを回復することだ。主権がないときに押し付けられたものを排除することだ。この単純明快なことに尽きるではありませんか。したがって日本国憲法は無効である。改正論者は GHQ の仕掛けた罠にはまってるんだ。あり地獄の罠に。日本国憲法と題する文書の改定規定96条は改正できない改正規定なんです。あれにはまればある地獄に落ちてどいたかごが喜ぶような憲法ができるだけです。無効なものを改正してどうするんだと安倍晋三の声が聞こえるようであります。そこで冒頭言いました。今後ウクライナの情勢が日本の情勢と連動しないと思われてはなりません。ロシアの発想では、もしロシアが今の日本におるならば、必ず今ウクライナを攻めている国の東の背後から攻撃を開始します。これがユーラシアというものです。しかし日本はそれをしないだろう。したがって日本が立つ時の状況は、大陸の中国や北朝鮮やロシアが日本に核弾頭ミサイルを当てて統括する時です。その時に何をするか。総理大臣の命令一つで爆弾を満載した F-15 戦闘機が飛び立つことができる。そして灼熱の原子炉に水をまいた隊員がおるので分かりますように、日本人はそのパイロットもいるということを世界が知ったわけであります。したがってロシアは日本を恐れているということを自覚してくださいよ。
我が国の売文家、名前は言います。司馬遼太郎というペンネームを持ったやつ。それから文川淳平。彼らがノモンハンの事件を日本の貧弱なる時代遅れの19世紀的な装備を持った軍隊がロシアにコテンパーに負けたということになってますでしょう。事態は反対なんです。ノモンハンでソビエト軍を迎撃した日本兵は2万人です。熊本の23師団2万人だけで、スターリンが自慢のゲオロギー15不将軍、独ソ戦での英雄です。彼が指揮する23万のソビエト機械化部隊が2万の日本軍と戦って、ソビエト機械化部隊が壊滅しておるんです。日本軍が破壊したソビエト戦車は1600台、日本で破壊された戦車は29台、日本軍が撃墜したソビエト軍の戦闘機は1600機、こちらは170機、そして機械化部隊は壊滅した。この恐怖があるからスターリンは北海道に来なかったわけであります。今我が国がロシアに対してやるべきことは、お前らウクライナを攻めるならその同じ論理でハブマイシコタンクナシリエトロフ、そしてカラウト南部まで俺のとこは取るぞと、今こそ復讐する時だなと一言誰かの政治家が言わねばならんのです。維新の会で北方領土を回復するためには戦争をやらないかんなと両手口走ったやつがおって、これは正論なんです。しかし維新の会の連中はことがあろうにロシア大陸大使館に謝りに行ったでしょう。これが現在の状況なんです。こういうやつらが現在の日本の主流を成してるんです。したがって現在の世界情勢から見て非常に危ういと、そしてそれを救うのはよみがえる安倍晋三である。安倍晋三がやった日本国憲法は無効なんだと。では我々の憲法は何ですか。我々の憲法は何ですか。我々の憲法は太古から紙に書かれていない日本という国家の姿、これを国体という、天皇をいただく家族のような日本人の姿が日本の社会の在り方を決定する日本の憲法なんであります。選挙で勝って総理大臣に復活する、すごいことなんです。復活して彼はやったことは、繰り返しますが主権回復を祝って、その時に主権のない時期の日本の姿を励ますために天皇が読まれた歌を読んで彼は泣いたんですから、この涙、彼の涙を皆さん忘れないでください。必ず彼の土台によって日本が回復する時があります。皆さん、この安倍神社に参る以上は日本国憲法は無効であるから、あんなものを改正したらダメだと。改正しても知らない、はい、無効なもの、俺たちの真の憲法は何かということをずっと見つめてください。それは天皇陛下のために死ぬことじゃない。天皇陛下のために死ぬことです。その時日本は本当に国のために死ぬ。福島第一原発の50メートルの上から灼熱の原子炉に水を落としたらどうなるか、ヘリごと吹っ飛ぶということが分かってても、あえてそれをやったやつは、自衛隊の安倍晋三、万歳！我々の前に来ておるぞ！